ねえねえマリサ、私の生きているうちにやりたいこと100選ってあるじゃない？だからそれはさも当たり前のように言ってきやがるがお前が勝手に言っていることであって私には何の関係もないし興味もないしましてや叶えてやる義務も気持ちもないもので。私、ゆっくり茶番劇の世界最短記録作ってみたい。はぁ、私、ゆっくり茶番劇の世界最短記録作ってみたい。おう、副賞ありがとう。つまり今やってる私たちの掛け合いの最短記録ってことかな？ご名答。まあそれぐらいの願いなら手伝ってやってもよいが、現時点でもう30秒だから最短記録は無理だよな。それにしてもこいつはいつも何を考えながら生きているんだ？この能天気世界記録保持貧乏見込め。何か言った？いや、なんでもない。万年平和ボケの表情しやがって。じゃあ仕切り直して最短記録作ってみようか。よし来た。あ、その前に、今日は韓国最大のスラム街旧友村、韓国語でクヨンマウルにおよそ2年ぶりに訪れた様子を紹介するよ。これ言っておかないと、世界最短茶番劇でどこまで内容の説明ができるかわからないからな。さすがマリサ、気が利くわね。それじゃ記録を作りに行くわよ。ゆっくり JKR チャンネル。ねえねえマリサ、私じゃあは始めるよ。最短記録いけたかな？動画内容何それ美味しいのぐらいの勢いだったけど、地下鉄3号線のクヨン駅から始めるよ。何もなかったかのようにさらっとスルーするスタイル。地下鉄の駅の出口にしてはかっこよいわね。スラム街クヨンマウルはソウル市内にあって、地下鉄3号線のクヨン駅5番出口から徒歩で行けるんだ。旧友村の読み方はクヨンマウルで行くのね。固有名詞は現地語で行くよ。5番出口出たけどなんで地下鉄駅からスタート？それはもちろん視聴者の方々が行きたいと思った時のための参考動画とするためでしょ。それは助かるわね。って行きたいと思う人いるのかな？見てみてこの辺は高級高層マンションが立ち並んでいるよ。高層階だと10億円とか20億円とか。なんといってもカンナム区だからな。芸能人が最も多く住んでいる区でもある。ほへー。で、一つ目の交差点にぶつかったら左折。ここまで2分ぐらいで3分の1は来た感じ。10分以内には目的地に着く感じか。だな。そしてあとはひたすらまっすぐ。左の柵は学校。セブンイレブン。他にもいろんなお店があって普通の韓国の街並みね。この辺では高層マンションがたくさん建設中。すごいわね。でもこの辺まで来るとスラム街もすぐ近くなんじゃないの？だな、もう3分の2は来ている。行き先の方にも建設中のマンションが見えるから、もしかしたらクヨンマウルはもう開発に入ってしまったのでは？さあな、でも確かに2年ぶりだからその間に開発が始まっている可能性はあるな。なんか複雑な感じ。うわぁ、すごいおしゃれなお住まいね。私もこんなところに住んでみたいわ。貧乏巫女には無理だな。この能天気物草大食感甲州まんじゅうめ。素直な感想言っただけでなんでそこまで言われなきゃならないのかしら。しかも甲州まんじゅうって何よ。食べただけでみんな口が臭くなるまんじゅうの種類でもあるってのかい。虫かい。進むよ。あ、はい。ほい、着いたよ。どこ？道路の向こう側。でかい交差点だこと。こっちを見るとよくわかるけど、右側が高級マンション街、左側がクヨンマウル。どうやらクヨンマウルエリアの再開発が進んでいないことは確定のようね。だな。前回の動画では再開発賛成派と反対派が張り合ってて、20年以上前に決まった再開発計画が全く進まないと言っていたけど、どうやら今もそんな感じってことが伺えるな。ちょっと知っていると韓国通と言われるかもしれないぞコーナー。韓国のスラム街再開発問題。韓国ではスラム街は行政主導で再開発方針なのだが、それが思うように進まないという問題がある。もはや行政側が諦めているケースもあるぐらいで、スラム街の建物に壁画を描いて芸術村ということにしたり、韓国市民の歴史建造物として残したりで、プチ観光地にしてお茶を濁す場合がそれだ。
そういう中で故国4マウルは特に重症で、激しい住民対立で行政はお手上げ状態。対立の一方は朝鮮戦争休戦あたりの時代から住み続けている再開発反対派。もう一方は再開発による土地価格上昇一攫千金を狙った近年住み始めた再開発推進派。ソウル地下鉄の駅から徒歩圏内という一等地であることも対立を激化させている。昔から住んでいる人はたとえバラックでも家賃ゼロ状態で一等地に住み続けたい。再開発決定後から住み始めた人は人生をかけて引っ越してきているので一攫千金を手にするまでは後に引けない。こんな感じの対立がもう20年以上も続いていて、一向に再開発が進むような状況ではない。もしく4マウルに行く機会があったらそういった目線で見てみるのも何かの勉強になるかもしれない。ちなみに余談だが、故国4マウル出身の K-POP アイドルもいるので興味のある方は調べてみてくれ。以上だ。では諸君、また会おう。うるさいわねまあ先に進もうか。この信号を渡るといよいよエリアだよ。ほい。相変わらず垂れ幕がたくさんあるわね。だな、開発進めようとか、バザー開催中とか色々。バザーやることもあるんだ。多分ボランティアで、炊き出しと同時にとかだと思う。なるほどね。では進んでいこう。うい。さっきの大通り挟んだ反対側のマンション群ね。手前のゴミ置き場とのコントラストがなんとも。さあいよいよここからが本番だ。雰囲気あるわね。なんか緊張してきた。カラスの鳴き声がさらに雰囲気を。これは、悪霊島じゃないか。出た、クソ雑魚なめくじウプ主の金田一耕助ファン精神。カラスが鳴くたんびにこれじゃキリがないわね。しかも悪霊島で鳥といえばヌエなんじゃないの？説明しよう。悪霊島。悪霊島とは、じゃかーしい。ほんとやかましい。しかも韓国とは関係ないだろう。ヌエはあくまでも架空の生き物であり、映画悪霊島では小坂部片穂さんの遺体に群がるカラスの群れが。はいはい、マニアックな話はそこまでで。しかもそのシーンの絵を用意できてないし。ちょっとグロいかなと。見つけられなかったんだけどね、わら。仕切り直して先に進もうか。ラジャ。屋外ジムかな。使えそうではある。そして出ました。韓国のスラム街では必須の練炭。使った後のものね。暖房や料理に使うとのことだ。そしてここは村唯一の売店というかスーパーというか、ちょっと中が暗いが営業中だ。2年前に来た時に中は撮影禁止と言われたので、今回も遠目に見るだけにしておくよ。中には野菜や飲み物、その他生活必需品が売っているよ。ここはクリョンマウル自治会だな。なんか派手ね。それもそのはず、この白い大きな看板は訴訟案内文となっている。穏やかではないわね。ソウル都市公社を訴えると書いてあるので、おそらく開発推進派の自治事務所だな。こちらの看板には、クリョンマウル4区、火災民非常対策委員会150メートルと書いてる。火災とはこちらもまた穏やかではないわね。なんか2年前と比べても混沌としているというか、他のスラム街とは別次元の状態な感じがする。それは間違いない。そしてここで横道が出現。ただ、まずは大通りを通って150メートル先出し対策委員会を見に行くよ。ほい、大通りの先にあるかの保証はないけどね。横道に入るよりは可能性高いだろ。また横道よ。横道ストとしての血が騒ぎ始めたようだが、一応決めた通り大通りを進むことにしたようだ。大通りね。クソ雑魚なめくじウプ主くん、また横道があるけどどうするのかな？もちろん初志貫徹、大通りを進んでいくよ。もう100メートルぐらいは来ている気もするしな。まさか。こやつ、誘惑に負けやがった。だと思った。せっかくだからここからしばらく BGM なし生音で臨場感を味わってくれ。後でちょっとウプ主の声も入っちゃうけどね、わら。たまには良いんじゃないか、わら。未使用の練炭倉庫ね。
これもお約束、頭の高さの電線。しかし、さらっと流しているけど、バラックの家ってなんというか、雰囲気あるわよね。過去にも紹介してきているように韓国にはいくつもスラム街があるのだが、ココクヨンマウルは完全に異質だ。例えば、建物はほぼ全てバラックなのに対し、他のスラム街の場合は木造かコンクリート造りだ。あと、他のスラム街の場合は廃墟が混ざっているのに対し、ココクヨンマウルはほぼ全ての家が人がお住まいだ。意外よね。なんか正面の家のドア、怖いんだけど、遠くでサイレンが鳴っているしバイオハザードじゃあるまいしもう一体なんなの。今からビビってどうする？これ、人住んでる？さすがにこれはどうかな、倉庫かもしれん。お、確かに、練炭の山。あ、ここからは閲覧注意、自己責任ね。はい。トイレ。しかも完全木造のボットン。確かに他のスラム街のトイレは少なくとも樹脂製の便器で壁はタイルとかだよね。だな、格が違うだろ。電気がつくってことは現役ってことね。トイレットペーパーもあるしな。モザイク？さすがに見せられない状態だった。ちょっと表現に困る感じ。ツイッターに写真載せておくので気になる方はそちらをご覧ください。この辺まで来るとどっちに進むか迷ってしまうぐらい入り組んできている。ここも倉庫ね、現役っぽい感じだけど、倉庫に窓がないのはもはやデフォルトなのかしら。好き好んで窓なしにしているとは思わんがな。人影が見えたからなんとなくあちらに進んでみるよ。何これ？わあ。お分かりいただけただろうか。와. 네? 어떠세요? 부청이요?うぷ主、純粋にびっくりしてたわね。だな、ここは臨場感のためにもあえてうぷ主と韓国人の方の声を残した。電話の呼び出し音は韓国人の方の方だったのか。なんかちょっと怒っているような感じだったけど、いや、全然怒ってないぞ。そうなんだ。後で調べてみたら、今年の1月に大規模な火災があったようだ。大型の消防車は入れないから、主にヘリコプター10機で消火に当たったみたい。60世帯、500人が焼け出されたけど亡くなった方はいなかったようだ。それはよかった。防御線を張ったことで明確に焼けた区域と焼けてない区域が分かれているとのこと。私、こんな大きな焼け野原生まれて初めて見た気がする。戦場の報道映像以外で。確かにな。ちなみにさっきのおじさん2人の会話はどんな内容だったの？本当に怒ってなかった？あれはな、韓国人の方がどうしましたみたいに声をかけてきたところ、うぷ主も間抜けに、これどうしたんですかみたいに返した。まあびっくりしちゃってたからということで。そしたら今度は韓国人の方が、YouTube ですかと聞いてきた。で、うぷ主が放心したような小さい声とともにうなずいたら、相手は2回うなずいてきて、なんとなく会話終了。なんか微妙に通じ合っちゃった感じみたいね。環境も影響したかな。矢印があるからその通りに進んでみよう。見渡す限りバラックが立ち並んでいるわね。火災現場は高台だったようね。それじゃあ当初の目標の火災民非常対策委員会を目指していこう。もう150メートルは過ぎていると思うけど、そういえば横道にそれたんだったわね。そして横道にそれた結果が、突然の火災現場との遭遇とおじさんとの出会い。いつも思うけど、クソ雑魚な目くじのうぷ主くん、無意識のうちに微妙に何か持っていると感じさせるのよね。そうなんだよな。撮影に出ると大体毎回何かしら想定外のものをカメラに収めてくる。お、登り切った感じのところに何か見えるわね。きっと委員会の建物だろう。もう少しだ頑張ろう。
ほい。行き止まりか。でも下の方の家々は無傷のようでよかったわね。本当にな。木が半分炭になっているな。本当に火は怖いね。みんなも火の元には気をつけてね。右側は立ち入り禁止のようね。まだ片付けが進んでいないのだろう。まっすぐの方に行くよ。2年前には気づかなかったけど、かなり広いんだねクヨンマウル。ここから見えているのは3分の1ぐらいかな。火災にあったのは全体の5分の1ぐらい。今でも2000人ぐらいがお住まいのようなんだが、正確な統計というか調査結果はないとのこと。ほへー。車が見えてきたしもう少しって感じかな。お、委員会の建物に着いたわね。だいぶ急ごしらえのようだけど。どうやらさっきのおじさんのいた方に進めばまっすぐここまで来られたっぽいぞ。まあウプ主ですから。応援の言葉を書くボードだな。女子大生って感じの人ね。ボランティアかな。優しい人だね。だね。まあいやらしい言い方になってしまうかもしれないけど、韓国ではボランティア活動が高校や大学の成績に反映されるから、みんな何かしらボランティアをする。明らかに日本よりボランティア活動が盛んで、理由はともあれ良いことだとは思う。さっきの子もきっと進んで奉仕活動しているのよ。多分な。じゃなければ女性があえてこういうところを選んでは来ないよな。では別のところへ進んでいくが、尺が長くなるので前編はここまでにするよ。ブーブー。お、これは絵に描いたような煙突ね。まあそうなんだが、ということで前編はここまでにするよ。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。早めに後編もアップするので、またよろしくお願いいたします。それでは皆さん、See you. See you.